映画と小説の違いです。最初にお話しするのは、読書は推し活。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回はプロジェクトヘイルメアリーの映画と小説の違いをたっぷりご紹介します。映画はもう見に行きましたか？私は IMAX で見たのですが、映像美が素晴らしかったです。今回の動画の構成としては、まず映画と小説どちらが良かったという疑問に答えてから、映画と小説の違いを12のトピックスに分けて語ります。最後に余談として原作者が公開した設定資料について話す予定です。この動画は映画か小説をすでに楽しんだ方向けです。ガンガンネタバレありで話していくので、ネタバレは嫌だという方はここで U ターンして映画か小説かを楽しんでから戻ってきてくださいね。 OK、 じゃあ先に進みましょう。映画と小説どちらが良かった？映画を見終わった直後は 100% 小説と思いました。でもすぐに意見が変わったんです。なぜかというと、私と一緒に映画を見に行った原作未読の人が面白かったという感想を抱いていたからです。そうか、原作を読んでいない人からしたら面白い映画だったのか。だとすれば原作愛を一旦脇に置いてもっと客観的に振り返ってみようと思いました。そこで冷静になってみると、映画と小説では全く別のアプローチで物語を描いているんだと気づきました。映画ではグレースとロッキー2人の友情が中心にありました。だから2人のハグとか映像ルームでのやり取りとかオリジナルな演出がたくさん付け足されていて、そこが原作ファンとしては間延びしているようにも感じてしまったんですが、バディものが好きな人にはたまらないと思います。小説はグレースの成長や読者の知的好奇心を満たすところに重きを置いていた気がします。ここまで違っていると比べるのも馬鹿らしく、映画は映画で良かったなと思い直しました。やっぱり小説の方が好きなのは変わらないんですが、 100% 小説と言い切るのはやめようと。個人的には映画、小説の順番が一番プロジェクトヘイルメアリーを楽しめると思います。そのため映画は見たけど小説はまだ読んでないよって方は、ぜひ原作小説もお手に取ってみてください。続いて映画と小説の違いです。最初にお話しするのは、ロッキーとグレースのコミカルな出会い。プロジェクトヘイルメアリーを楽しむには映画、小説の順番がおすすめと言いましたが、2人のファーストコンタクトのシーンだけは先に小説を読んでいてよかったなと思いました。想像してみてください。あの巨大な宇宙船を操縦していたのはロッキーなんですよ。ロッキーが送りつけてきた物体を爆弾と疑ったグレースは必死に逃げようとするんですが、ロッキーの宇宙船がピタリとくっついて離れません。グレースの宇宙船が移動した分だけロッキーの宇宙船も移動し、グレースが船を回転させたらロッキーも船を回転する。コミカルなアニメーションを見ている間、ずっとにやけが止まりませんでした。ロッキーは追いかけっこの間、絶対になぜミゲル質問、ミゲル丸い丸い丸いみたいなことを言ってると勝手に想像して楽しんでいたんです。同時にロッキーの事情を知っているがゆえに、その必死さが切なくもなったり、ロッキーはグレース同様、一緒に来た仲間を全員失い、大きな宇宙船に一人でいました。その期間、なんと46年。グレースが生きてきた年数よりもずっと長いこと、ロッキーは宇宙船の中に一人ぼっちでいたんです。平均寿命が689年もある種族とはいえ、291歳のロッキーにとって生きてきた約6分の1の時間を母星から遠く離れた宇宙で過ごしていたなんて絶望でしかありません。ロッキーにとってグレースはやっと見つけた自分以外の知的生命体だったんです。このことを知ってから再びあの追いかけっこを思い出すと、必死だったロッキーの気持ちがわかるのではないでしょうか。続いては、グレースの船に突撃訪問するロッキー。まだ私が映画を見る前、SNS で他の人が書いた感想をいくつか読みました。イラストもあったのですが、その一つが、グレースの船に突撃訪問したロッキーが、汚い、汚い、汚いと言いながら船内を駆け回るシーンでした。小説では、ちゃんと事前にグレースの船に移動することを告げているし、どちらかというと、自分の荷物を大量に持ち込んでグレースの船を散らかしたのはロッキーの方なんですが、映画ではグレースがだらしない人認定されていましたね。その代わりといってはなんですが、小説版グレースでは行くことができなかったロッキーの船に映画版グレースは行っているので、突然訪問を受けた上、汚いと罵倒されたことは帳消しでいいのではないでしょうか。次は、ロッキーの騒音と声は同じ人が担当。映画を見ている間、私はずっとロッキーは CG だと思っていました。グレース役のライアン・ゴズリングはずっと一人芝居で大変だなぁと。でも違ったんです。様々なポーズのロッキー人形が作られ、グレースの目の前に実在していたんです。ロッキーは複数人からなる操り師チームによって操作されていました。ロッキーが歩くときは、操り師1人が足1本を担当、つまり合計5人が息を合わせて、あの滑らかな動きを作っていたんです。以前、淡路島で淡路人形浄瑠璃を見たことがありますが、まさにあのような、人形に命を吹き込む技術が海外にもあることに感動しました。また、
操り師チームを率いる人形デザイナーのジェームズ・オルティスはロッキーの声も担当しています。てっきり一人芝居かと思っていたら、ちゃんと相手役がそばにいたんですね。ロッキーだけでなく、宇宙船内のセットやペトロバラインの光など、実際することに裏方のスタッフがこだわり尽くしたからこそ、ライアン・ゴズリングをはじめ、キャスト陣も思いっきりいい芝居ができたんだなと思いました。次のトピックは、ロッキーたちエリリアンの生態や文化。ロッキーのデザインはほぼ小説通りでした。ラブラドールくらいの大きさで、5本の手と甲羅を持つ雲のような生き物。ただ、小説では甲羅の部分にシャツのようなものを着ているのに対し、映画では何も着ていません。その代わり、体に峡谷のような文様を刻む風習があるという設定が追加されていました。映画版ロッキーの体には、ペトロバラインを表すものや、パートナーがいることを示す結婚指輪のようなもの、家紋のような家族の歴史を表すものなどが刻まれています。外側はそんな感じ。じゃあ他の生態はというと、グレースとロッキーは同じ環境では決して生きられません。なぜならロッキーはアンモニアを吸って生きているから、その大気はおよそ210度と高温で、また地球人はぺちゃんこになってしまうようなとんでもない気圧です。物語終盤で意識を失ったグレースを助けたロッキーは瀕死の状態になりますが、あれはあまりにも条件が違う地球環境に生身の体で出てきてしまったせいだったのです。食事や睡眠といった文化や習慣については映画でも丁寧に語られていた印象です。ただ小説の方がロッキーの反応が辛辣だったかも。好奇心からロッキーが食事をする姿を見たいといったグレースを下品、社会的迂回と非難したりとか、基本的に小説版ロッキーの方が口が悪いですね。続いての違いは、小説ではモノローグ、映画ではビデオログ。これは表現法の制約による違いですね。原作は鉄頭鉄尾グレースの一人称視点で書かれており、読者は彼の語りを通じて状況を把握していきます。でも映画でずっと心の声を描くことはできません。そこで考えられた解決策というのが、グレースがカメラに向かって報告するイデオログだったんだと思います。カメラに向かって一人話すことで、ロッキーのことやアストロファージについて分かったことなどを客観的に話し、視聴者に情報を伝えることが可能となっています。そして、このビデオログが映画オリジナルのエンディングにもつながっています。オイタストラットが凍りついた地球でグレースからのメッセージを受け取り、笑顔を見せるシーン。これは小説にはない映画オリジナルです。次は、地球パートの増えたキャーと消えたキャー。過去の地球パートの主要人物について映画ではストラットと映画オリジナルキャラであるカールの2人に絞られていました。しかし原作ではもっとたくさんのキャラクターが地球パートでも登場しています。例えばロバート・レデル。彼は香料と自身が作った装置で7人を過失事故に巻き込んだ過去があり、刑務所に入れられていた科学者です。ストラットに協力を求められた彼はサハラ砂漠の4分の1を覆うアストロファージ繁殖システムを作り、グレースたちが乗る宇宙船の燃料を作るのに貢献しました。他にも実現は不可能と思われた恒星間宇宙船ヘイル・メアリー号を設計したディミトリという科学者や、地球のタイムリミットを少しでも伸ばすため南極に核爆弾を投下してメタンガスで地球温度を上げるというストラットの提案に反対したルクレールという気候学者、本来ミッションに参加する予定だった宇宙飛行士たちなど、物語を彩るキャラクターが小説にはたくさん登場します。もしまだ小説未読の方がいたら、彼らと会うためにも小説を読んでみてください。続いては、小説のストラットは絶対に歌わない。小説版ストラットは人間味がなく、冷酷でユーモアのかけらもない人物でした。しかし映画では演じているザンドラ・ヒラーの温かさがにじみ出たのでしょうか。随分と柔らかくなったなという印象を受けました。映画のオリジナルシーンとしてストラットのカラオケシーンがあります。これはザンドラ・ヒラーがセット内で歌っているのをゴズリングが偶然聞き、映画に入れることを提案したんだとか。撮影予定日のわずか2日前という、なんとも無茶ぶりなオファーでしたが、ヒラーは自分で曲を選ぶことを条件に承諾しました。彼女が選んだ曲はハリー・スタイルズのサイン・オブ・ザ・タイムズ。大気圏を突き抜けるという歌詞があったり、急遽選んだにしてはそのシーンにぴったりの曲でした。小説版ストラットは絶対に歌わないと思うのですが、ザンドラ・ヒラー演じるストラットであれば歌うかもなと思いました。次のトピックは、知っておくべき科学知識。映画で特に省略されていたと感じたのが科学に関する説明です。一つ一つ説明していては物語が進まなくなるということは分かっているのですが、相対性理論や放射線に関する前提知識などがないと何が起こっているのと頭にハテナを浮かべながら見ないといけない場面も多かったんじゃないかと思いました。そのためこういう科学知識があのシーンにつながっていたんだよということを簡単に紹介できたらと思います。私は理系畑の人間ではないため、あくまで物語に関わる部分だけの解説となります。もっと詳細に知りたいという方は、いろんな人がアップロードしている
方策の科学についての解説動画をご覧ください。ではまず相対性理論について。名前は聞いたことあるけどよくわからんという方も多いのではないでしょうか。私が理解しているのは、めちゃくちゃ早く移動している人は止まっている人に比べて時間の進み方が遅くなるということ。具体的な数字を挙げてみると、宇宙船に乗ってめちゃくちゃ早く移動しているグレースは3歳しか年を取らないのに対し、地球にいるストラットは13歳も年を取るという意味です。もし仮に共に30歳だったとしても、グレースは33歳、ストラットは43歳と、こんなにも差が出てしまうわけです。映画オリジナルのラストシーンでストラットが老けていたのにも理由がつきますね。まあそれは置いておいて、この相対性理論の何が重要かというと、これのおかげでグレースは生き延びることができたんです。もっと正確に言えば、相対性理論を知らなかったロッキーたちの勘違いのおかげで、地球の環境ではどんなに頑張っても片道キット分のアストロファージ燃料しか生成することができませんでした。しかし、ロッキーの船には大量のアストロファージ燃料が残っています。これによってグレースの宇宙船は燃料切れを心配する必要はなくなったのです。じゃあ、なぜロッキーの船に燃料が余っていたか？それはロッキーたちが相対性理論を知らず、移動するのにもっともっと時間がかかると思っていたから。先ほどの例で言うと、13年移動にかかると思っていたのに、3年で到着してしまった。だから10年分の余分な燃料が余っているということです。ね、相対性理論、とっても重要でしょ？また、ロッキーの仲間を死に追いやった放射線についても知っておくと、そういうことかとなります。宇宙には宇宙線と呼ばれる放射線があります。被爆するとがんや白内障のリスクが高まったり、人体に悪影響を及ぼします。そこで地球人が考えた対策が、船の壁と壁の間にアストロファージの層を作って全てを覆うこと。アストロファージはどんなに小さな素粒子でも通り抜けできないという設定で、放射線も防ぐことができるのです。しかし、そのことをロッキーたちは知りませんでした。ロッキーたちの星は強力な磁場と濃密な大気を持っており、これが 100% 放射線を防いでくれていたのです。今まで少しも放射線を浴びたことがなかったロッキーたちには放射線の耐性がありません。最後、グレースがロッキーを助けに行く理由の一つは、アストロファージがタウメーバに食い尽くされてしまえば、放射線をもろに浴びるロッキーは確実になくなってしまうからでした。続いては、グレースが宇宙に飛ばされた本当の理由。これも確か映画で説明がなかったと思うのですが、グレースが宇宙に飛ばされた理由の一つに、特殊な遺伝子を持っていたからというものがあります。宇宙船で移動中の長期昏睡状態から目覚めることができる遺伝子で、7000人に1人、つまり地球全体でたった100万人しか持っていない特殊なものでした。アストロファージに詳しくて、ミッションの全容を知っていて、科学知識にも明るく、なぜか宇宙飛行士たちと一緒に無重力などの訓練も受けていた人物なんて、たった100万人しか候補がいないのに、グレース以外で見つかるはずがないんですよね。次は、復活したロッキー、感動的なハグだったが、映画、小説いずれも、アドリアンの大気採集後にグレースが気を失い、ロッキーが助けに来て重傷を負う点は同じです。ただ、その後が大きく変わっていました。小説では、グレースが意識を取り戻した後に、ロッキーを船の自分側に引きずっていき、自らエリリアン環境にさらされるリスクを負います。また、ロッキーの回復を手助けしようとするんです。しかし映画では、グレースは採集したアドリアンの大気を処理したり、自分のするべきことをしてロッキーが回復するのを待っています。ロッキーが目覚めた時には、ボール越しにハグをしたりして感動となるシーンなのですが、私は小説版の展開が頭をちらついて、あまり没頭できませんでした。小説版では、ロッキーの回復を助けようとするグレース。ロッキーの体内器官が燃え、すすが詰まっていると判断し清掃しようとしますが、実はこのすすは回復に必要なかさぶたみたいなもので、復活したロッキーに、君はもう少しで僕を殺すところだったと言われてしまうのです。大やらかしのグレース。私はそんな彼のことを覚えていたため、あれ、感動的なハグをしているけど、と映画版で素直に感動することができませんでした。次の違いは、小説の最もやばいシーンが映画で丸ごと消えた。感動的なハグを終え、二人の母性の救世主となるタウメーバの繁殖に乗り出した二人。映画ではあっという間に繁殖が終わり、たっぷりと別れのシーンを描いていましたが、小説版では、最もやばい出来事がハグと別れの間に起きていました。グレースの船がシャットダウンし、何もかも止まってしまったのです。非常用バッテリーのおかげで空気の心配はひとまずいらないものの、2つあった発電機が両方止まってしまっていました。原因はタウメーバ。電力がゼロなのは燃料がないから。燃料となるアストロファージを逃げ出したタウメーバが食べてしまったから。船を動かすためにも、放射線から身を守るためにも、生命維持装置を動かすためにも必要なアストロファージが食べ尽くされてしまうなんて、やばい以外の何者でもないでしょ。最大のピンチを2人はどうやって乗り切ったのか、気になる方は原作小説を読んでみてください。
いよいよ最後のトピックです。ザ・ビートルズ楽曲のずるい使い方。ヘイル・メアリー号には地球にデータを送り返す無人探査機ビートルが4機あり、それぞれジョン、ポール、ジョージ、リンゴと名付けられています。もちろん、かの有名なロックバンドザ・ビートルズから取ったものです。原作者のアンディ・ウィアーは小説を書いた時点ですでに映画化したいと主演のライアン・ゴズリングに話を持ちかけていたそうですから、映画でビートルズの曲を流したいという意図のもと、無人探査機の名前を決めた気がしてなりません。しかし、映画スタッフ側はちょっと大変だったようです。というのも、ビートルズの曲を使うのは、費用の面でも、権利取得の面でもとても難しいようで、他アーティストのカバーで代用できないか考えていたそうです。しかし、最終的には無事に曲の使用許可がおり、グレースとロッキーが共に帰路につこうとする場面で、Two of Us が、エンドクレジットで Don't Let Me Down が流れました。ビートルズの曲を流すのはずるいです。感動するに決まってるもん。余談、原作者が公開した設定資料。最後に余談として原作者アンディ・ウィアが公開した設定資料を紹介します。資料は2つ。1つは必要な燃料量や宇宙船の質量などを計算したスプレッドシート。もう1つはエリディアンに関するワードの資料です。どちらも英語ですが、ワードの資料に関しては日本語訳を載せているノートの記事もありました。概要欄にリンクを貼っているので、気になった方はチェックしてみてください。エリディアンに関する設定資料を見て思ったのは、アンディ・ウィアー、設定を考えるのが楽しくて仕方がなかったんだろうな、ということ。私も小説を書いているのですが、こうやって設定を考えている時が一番楽しい。で、いざ文章を書くとなると苦しいんです。でもね、これだけ膨大な設定を説明的になりすぎず物語に組み込めるアンディ・ウィアーはさすがです。以上、プロジェクトフェイル・メアリーの映画と小説の違いでした。映画を見た方、小説も読んでみたくなったでしょうか？皆さんの映画や小説の感想もコメント欄で募集しています。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。